戻ってきたらどんどん茎がとんがってきて、後から絶対ダメだ。ほら割れちゃった。すいません、ここまでさっき登ってきました。皆さんおはようございます。今日は11月20日の日曜日なんですけど、今日ね、もうさっき45分前までここで寝てたんですよ。どうやったらでも相馬くんがね、もうあれしたいこれしたいって言うもんで、今から出発するところを発表したいと思います。ババン、酒野さんを見に行こう。いや、それがね、私もうなんでそもそも鮭を見たくなったんですか？さかなクンで鮭でお城の鮭がかっこいいから捕まえたいのです。あ、そうかそうか。で、そう捕まえるのは多分なあかんねん、鮭は。でも川をこう登ってくるところは時期的にもう急いで調べたら見れるかもしれない。去年の1週間後、11月の28日ぐらいでなんかね、その地域の人がアップしてるのを調べたんですけど、ほんと今日雨降ってて何もいけないやと思ったんですが、もうあんまりにももう鮭もういやー、ずっと鮭だったので、これはなんとかせねばと思って。でも結構遠いよ、相馬。大丈夫？触っていい？触れるか分からへん。ママも分からへん。そもそも会えるか分からへんね。あえて触ってで顔だけ見てで逃がすのはいい。だからその水の中で川に入れるかも分からないし、ママも行ってみないと分からないんだよ、ね、ほら、もうこんな時間、もう今10時35分。さあ、ママ、さてってさ、そんな遅いね。でも時期的にはいつよ？いつって言ってた？秋。そうやろ？相馬が秋で今しかないって言うからママ行こうって言うだけで、別に行かんでいいんやで。行く？よし、じゃあ行きますか。じゃあ相馬、車の中でね、ぜひ相馬くんの講座を聞いてください。じゃあみんなレッツゴー！ゴー！イエーイ！では鮭釣りにレッツゴー！鮭釣りではない。あ、先生、鮭見にや。そう、ごめん。出発！相馬、鮭についてちょっと教えてくんない？いいですよ。今から鮭行くけどさ、ママ食べるばっかりであんま鮭のこと知らないしさ、そもそもママの一つちょっといい疑問。川の鮭と海の鮭って違うの？違います。なんで？何が違うのかが教えて。分かれへんわ。海の鮭は、ずーっと海におんねん。だと川の鮭はずっと海にいるわけではなくて、海になって成長して大人になったらまた川に戻ってくるやん。その時にこうやってなんか口がとんがってもうやっぱりちょっと待って、こっちは息止めてる。話の途中でちょっといきなりそんな言われても無理ですやん。そう、どこまで話したっけ？ちょっと待って、明るくなってからもう一回して。川に戻ってくるって言ってん。川に戻ってきたらどんどん茎がとんがってきて、あと体の色も変化するね。赤くなる。なんで川に戻ってくるわけ？それは出産するねん。出産ってわかる？出産わかるよ。ママは相馬を出産しましたからね。卵を産むねん。卵。じゃあママが聞きたいのは、なんで海で産卵せえへん？なんでわざわざ川に戻ってくるわけ？なんでしかもさ、ようやん、そこの同じ場所に帰ってくるって言うやん。そうだよ。なんで同じ場所がわかるわけ？同じ場所？さっき言ったね。さっきどれ言った？だから同じ場所がわかることは、こうやって赤ちゃんの頃に、こうやってクンクンの石の匂いを嗅いで、ここで生まれたんだ。よーし、大人になってもここがわかるようにしましょう。そうしよう。で約束して、で大人になってもその匂いがまだ体の中に残ってて、で帰ってきても、で帰ってきたらその匂いで石
にくんくんやって、で、あ、ここで生まれたんだってわかんない。そんな花いいの？鮭って花あったっけ？あるよここだよ。そうなん？どこ？あ、ちょっとママ予想見てけへんから、ちょっとここに映して、鮭。どこ花？花。そういうことか。鮭の花ね。鮭の花って超でかい。何かちょっと、ママはもう川のことは分かった。天才やな、鮭な。さ、川の鮭のことは聞いたけどさ、海の鮭はどうなん？どこで卵を産むかって。そうそうそう。だってさ、川の鮭海だはよ。いや、海やけどさ、海って深いやん。川は浅いやん。海の鮭はどうなん？海の鮭は一旦深い海から浅い海まで来て、で浅い海に卵を産みつけるのよ。でこうやって帯で、はいはい。ここでバシャバシャバシャって砂をかき寄せて、でそこでオスとメスで口を大きく開けて、でオスはセンサーをかけて、メスは卵を産むね。オスが出すのは白い粉みたいなやつ。そのさ、それはさ、川の鮭も一緒やん、やることは。そうやろ？で、海の鮭は、海で卵を産んで、その生まれた子供は、もう、海でしか育たんっていうことか。そういうことやな。なるほどね。へー。さ、さかなクンさ、川の鮭はさ、そうまあ、顔がさ、そうまあ、とんがりやん、オス、こうやって。でもさ、海の鮭はさ、顔違うやん。丸い。なんでそんな顔の形が違うわけ？生まれた時からもうさ、ちょっとだけとんがってんねん。どれが？鮭の子供。鮭の子供どっちが？川の鮭。海の鮭は生まれてからすぐこうやってずっと丸いねん。海のオスがちょっとだけ曲がってるけど、川の鮭はめちゃくちゃ曲がってんねん。なんで曲がってんの？曲がってる。あれなんなんこのくちばしみたいなやつ。それ、メスの取り合いで使うねん。麺とかガブって噛みつくねん。かわいそう。鋭い歯でガブガブって噛み合うねん。じゃあメスを取り合うためにそういう風になったっていうこと？例えばメスの出産を邪魔してるやつとかがいたらガブって噛みつくらしい。迷惑やな。出産ぐらいゆっくりさせてほしいわな。そっか。顔のことは分かったわ。なるほどね。そっか。じゃあ今からちょっと。この川綺麗。ほんまやな、ここ綺麗な。皆さん知っていますか？鮭はこういう川が流れが速いところで出産します。なんで流れ速いところで出産するの？流れ緩やかな方が出産しやすいやん。楽ちんやし。鮭はね、こうやって重いね。体が？川のさ、水より重いね。川の水より重い。それで大丈夫だし、海はさ、緩やかや。だからそこで力をためて、よーし、流れが速くても俺は強いよって言って、で、登っていくね。どこ？川を。川の話？今どっちの話？川魚？川の鮭の話？川。川を登っていくわ。はいはいはい。あとは、ちっちゃい頃に、海に旅立つやん。それで、でこぼこな岩道でも行くねん。大人になってもそこを行くねん。大人。質問。なんでさ、川のさ、鮭はさ、わざわざ海に出るわけ？ずっとそこおったらいいやん。川には天敵がいっぱいおります。川に天敵がいっぱいいる。それは知らなかった。誰が天敵？カラスよう出てくんな。ママのイチゴもカラスが食べたで。よし。鮭もカラスの大天敵だよ。だからワシよりカラスの方が天敵やん。カラス以外何があるの？カラス以外、マグロじゃなくて、
マグロ川におったらええな。マグロ釣りできるやん。マグロの一本釣りできるやん、それやったらママも。んでアライグマ、ああ、北海道やったらな。タヌキ、タヌキ、はいはい。キツネとか、キツネ。あと最大の敵は、ヒグマ、クマ。さっきクマ言うたら、クマが最大なんや。ああ、なるほどね。あ、だから産卵は浅いとこでするけど海に戻るっていうこと？ああ、もうこれ産卵するときに食べられちゃうよって。あとはさ、川にずーっといたらさ、ヒグマにめちゃくちゃ食べられるやん。だと海はクマとかおらへん。確かに。だと海にも天敵がいるけどさ、だと海の方がラッキーやねんや。なんで？だってさ、海藻とかでさ、川は海藻少ないやん。そうだね、ないね。海藻は隠れ場所になる。ああ、なるほどね。あれどこ行った？獲物がないぞってさ、でかい魚でもピューってどっか行くねん。へえ、なるほどね。あと人間にもクマってさ、凶暴だよ。あ、確かにな。クマは嫌だね。北海道まで行けたらよく見れるんだけどね、ちょっと北海道までは行けないわ、一日では。椿眠かったら寝てていいよ。はさ、ね、夜までもかかんねん。次の朝に着いたら着いてんで。ああ、なるほどね。これママ右かな左かな。皆さん、相馬くん講座いかがでしたでしょうか？私も結構勉強になりました。ありがとう、相馬。いつの間にそんな勉強。鮭ちゃう紅葉を楽しみながらドライブして、まだまだ着きませんよ。はい、頑張ろうね。無事故で行きましょう。はい。おー！兵庫県に入りました。あと1時間切りましたよ。到着までもママめちゃめちゃ眠いけど。あと1時間頑張るぞー。1時間って何分？1時間60秒が60回。3時間かけて田島に着きました。でも今トイレ休憩でね、地元のスーパーに行ったんですけど、聞いたんですよ、お魚屋さんに。ね、お魚屋さんのおじさんも地元やけど丸山川で鮭の川登り見たことないなって言われました。もうみたいな。自分が検索したページとかこれ載ってたんですけど、いや聞いたことないな。てなわけで今海の方向に向かっております。相馬くん、今のお気持ちをどうぞ。何もありません。もうさっきまでズドーンみたいなね。はい、では突き進んで川じゃなくて海に向かいたいと思います。カニの河原、すごいすごいね。ちょっと聞き込み行きます。コーヒー味。いや、すごいね、カニ。有力な情報をゲットしました。で、私丸山川に行ってたんですけど、さっきのお店のお兄さんがいるとしたら竹野川なので、竹野川に向かってます。今から20分。しかもなんか地元の方でも見れたら奇跡だと。しかも見れるのも1匹2匹いるかなぐらいなんですって。そう、しかも気温がねぐっと下がった日に見れるんですって。しかももうさっきからしかもしか言ってませんが、橋の上から覗いたら見れるんですって。そんなタイミングが今日だったらいいね、相馬。で、今ね、普通に運転してたら白崎温泉駅前を通ってきましたんで、今温泉街の大渋滞を乗り越えて山道に入ります。篠崎温泉行ったことないのに、まさか初めて城崎温泉だ。城崎温泉だ。さっきから城崎温泉とかはずいから。はい、城崎温泉に入ったことはありませんが、明日仕事休みだったら、相馬くんも明日学校が休みなんですよ。昨日土曜参観で泊まれたけど、今日はもう暗くなっても帰るよ。
もう怖いんだけど。そうま、絶対登った。そうま。ほら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 これじゃ、ほら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 これ何これ全部何これ、ちゃうの鮭ちゃう鮭ちゃうの聞いた。この橋よりも向こうの橋の方が見えるかもってことなので移動します。マジでみつきちゃん危ないから落ちるよねえ。あ、行こう写真撮ってた？どれよ撮ったよ撮ったよ撮ったよ。見せて見せて。待って待って待って。あれ鮭ですって。肝心なさっき一番いい動画は興奮しすぎて撮れてませんでしたけど。ほんまそうま。あれ、お世話ほんま顔なんか、ほんまなんかママは声にしか見えへんけど、ほんまちょっとこの橋よりも向こうの橋の方が見えるかもしれないので移動しまーす。あれ竹野川に来ました。うわー、壮大ですね。あ、みつきも走っていったわ。早いなー。あかん、危ない危ない。到着しました。こっちにもね、上の方にもいるんですよね。ほら、ここにも。絶対あれ、影の泳ぎ方。ほんま？ほら！みつき怖いから。ほら、もうあれ全部鮭じゃん。ほんと？一匹見れたら奇跡って言われたけど、あれさ、口とか見たら鯉にしか見えへんね、ママ。なあ。今ね、ちょっとお話聞いたら、もう少しね、上に登ってるかもということで、やっぱり、この下に見える子たちは、鯉でした。戻れよいしょ。ちょっと登ってきました。なんかね、鮭がね、登りそうなところ、ほら、これ。鮭が川を登るってことは、これを登ってくるってことですよね。ちょっと今見ただけではわかんないんですけど、でもすごいなぁ。ねえ。なんか鮭見せへん。鮭ねどこにあるんや。そうま、もうちょっと上行こっか。みつきちゃんが、くっつき虫だらけです。あ、お姉ちゃん取ってもらおう、お兄ちゃんね。上まで上がってきました。鯉はいるんですけどね。鮭がね、でもね、水は綺麗だよね、相馬。ねえ。鮭がほら。こっちはね、鯉がいるんですけどね。もう目の前に鯉がいるんですけどね。ほら、真下にも鯉おるわ、ほら、真下にも。なあ、鯉丸々と太ってるね。でもさ、こうやって潜りある。ちょっと上行く。ちょっと聞いてみよう。聞き込み。はい。すいません。ここまで鮭って登ってきますか？鮭はもうちょっと下までしか来ない。あ、ここまでは来ないですか。なんかね、竹野公園っていう公園があるんですけど、その前に魚道があって上がれないように。あ、上がれないですね。あそこを登るわけではないんですね。登るのもあるようですけど、そんなにここまでは来ないです。あ、本当ですか。わかりました。ありがとうございます。暑い、めっちゃ暑いです。さっき、帰るときに聞き込みした人にありがとうございますって相馬が言ったら、みんな手振って頑張ってって言ってくれました。相馬頑張って見て帰らないとね。結局さ、さっきのさ、この登るやつじゃあ、はい。ママ、あれ、鮭登ると思ってさ、もう感動するわって言ってたけどさ、あれ、鮭が登れないようにするためになってんだって。だからここまで来ないと。ね。戻りますか、相馬くん。張り込みしよう、張り込み。もうさ、時間もさ、日暮れるまであと1時間半しかないから、最後に1回だけみたいな。うん。ちょっと張り込んどこう。もうママは見つけ落ちへんようにちゃんと見とくから。オッケー？オッケー。いいね。下流の方に来ると、あ、さっきのな。これなんやろな。ちょっと白っぽいね、お腹が。でも鮭ってさ、上に登っていくんちゃうの？ちょっと濁ってるんですよね、やっぱり。下流は。ねえ。
やっぱり初めに見たやつが最後やったかも、ママ。水木落ちたら死ぬよ。赤いいちゃうやね。うん。最後に見たやつが最後の最後やったから。分かってる。大丈夫やって。なんやのよ。ママ手握ってるから。ママもう行くな。鯉はいるんですけどね。鮭がね。でもさ、待ってたらさ、登ってくるかもしれないよ。だってさ、どうせもうさ、帰る時間になるから、それまでさ、日暮れるまで粘ったら。確かに。じゃあみんな帰りますよ。また来るね。バイバイ、シャキさん頑張って卵産んでね。ママ、私はショックなことがある。どうした？おしだけ見れへんかった。おしだけ見れへんかった。せやな。あと一番初めに見たやつ、ママが携帯押し間違えて撮れなかったよね。あれショックだったよね。ママもちゃんと撮って。ごめんよ、もうごめんよ。でもさ、結構さ、いろんな人に聞きながらさ、こっちだよあっちだよとかって言われてさ、行き当たりばったりだったけど、よかったんじゃない？だってさ、最後のおばさんとおっちゃんとかさ、めっちゃ応援してくれてたよ。頑張ってねーって。そういう声を聞いて、相馬くんはどう感じましたか？普通です。普通。そっか。おしだけが見れへんことがマジでもショックで。そうだね。次はさ、もう絶対見れる北海道行こう。北海道行こう。北海道行こう。それはどう？それからママ死ぬ気で働かないとさ、君たちの飛行機代稼げないから、ちょっとマジで。なあ。乗れるよ、みつき乗れるよ。みつきママの膝で乗れるのか知らんけど。ちょっと頑張るから、わかった？もうみんな。飛行機は車の事故の方が多いから。じゃあ次は、鮭を見に、鮭の川登りを見に、北海道まで行くぞー！ママ、北海道の方がさ、川にさ、めっちゃくちゃおる。北海道に行ったらもうそうもさ、さかなクンがやってたさ、川のさ、下にあるさ、なんだっけ、川の中見れるやつあったやん。あそこ行こう。あそこ、水族館行こう。そうしようね。それでどうでしょう？いい。さっきまでごめんね、落ち込んでたけどさ、ママ頑張って働くわ。そうママしっかり勉強しといて。北海道行ったらさ、捕まえていい鮭。もう捕まえていいから、それも全部調べといて、相馬が。捕まえて、買って、で、捕まえて、バケツの中にジューッと入れて、で、それで、飛行機の中も、ジューッと行き、で、家に帰ったら育てる準備やし。いいよ。いいけどさ、育てるにはさ、どうしないといけないの？今、目の前にいるものたちを大事にする。そうだね。それでからだね。じゃあ、来年は北海道に行くぞー！せーの！北海道にやりたい。来年は北海道に行くぞー！やりたい。やりたいね、ママ。何？ママ？なんて言うの？来年は北海道に行くぞ。来年は北海道で社長捕まえに行くぞだよ。オッケー。相馬が言って。相馬が言ったらママAAOTははい。ちょっとはいマスク取って。はい。どうぞ。北海道に行ったら社長捕まえに行くぞ。閉まりましたよかった。今日行ってよかったわ。でもママもさ、見れてよかったよ。初めて見たもん。そうやな。絶対一番初めのやつはさ、さっきやと思う。で
けど、一匹しか見れなかった。一匹見れたら奇跡ってお兄ちゃん言ってたよ。奇跡。そうやろ？お腹すいた。はーい。もう唾飲んどいて、唾。もう唾飲んどいて、唾。美味しいもの食べて帰りたかったよね、もう。そうだ。あ、パンあるわ、パン。もうせっかくこんなところで来たのに、スーパーのパンだよ、もう。本当に。今度はゆっくり来よう。もう今日は弾丸だったからしゃあないね。はーい。じゃあ、お疲れ様でーす。はーい。これめっちゃすごいんですけど。クリモン、クリモン、クリモン。ソマこれ誰や？ママどれ？彼です。あ、ママそれ。下がじゃあみつき。みつきやな。みつき。そうま、つばき。つばきも可愛い。これなんか食べられてるし。これも飛んでる。これ何の鳥やろう？サギ。あ、サギな。こっちは？ゴリもつばき。あ、ほんと。ゴリよ。鮭。ゴリ、ゴリ。鮭。これ、この辺りは何や？これ、バディの恋。あ、恋です。恋もおったでしょ？おった、すごい。これまた大きいのよ。シミュレーションしてくれるそうです。こっちもあるの？